よしじゃ、不気味度を魅力じゃ。引き続きワイルドアームズをプレイしていくんじゃよ。今回は主要キャラの最後の一人にしてこう言ってセシリアのオープニングじゃ。セシリアのフルネームはセシリア・レイン・アーデルハイド。前回も出てきたアーデルハイド公国の公女、つまり王女じゃな。ガーディアンの御事はいきなり堅穏な雰囲気から始まったのじゃ。と思ったら夢落ちで学園ものという定番の始まりじゃった。セシリアは公女でありながら一般人と同様にクラン修道院で魔法の修行を積み、17歳の誕生日をきっかけにいよいよアデルハイド公国に戻るのじゃ。とりあえずステータスをチェックじゃな。魔法使いポジションということで回復魔法のヒールが使えるようじゃ。セシリアのグッズはこの涙のかけらのようじゃな。とりあえず挨拶回りを済ませるのじゃ。このセシリアの章ではいろいろと本棚から情報が得られるのじゃ。
古代の魔族との戦いでガーディアンの力が失われ、そのせいでファルガイアの大地は少しずつ荒野と化してしまっているようじゃな。本作の魔法のシステムはちょっと独特で、勝手に覚えたりするのではなく、自分で紋章を組み合わせて作り出すことができるのじゃ。これは後で実際に作るときに改めて解説するのじゃよ。ただこのクレストグラフというカードが必要なので、使える魔法を増やすにはこのクレストグラフが必要ということを覚えておくのじゃ。ここが魔法を作れるマジックギルドじゃ。紋章の属性を組み合わせることでいろいろな魔法が作れるのじゃ。一度作った後もここで分解すれば別の魔法に作り直すことができるので、その時に必要な魔法に都度切り替えていくことも戦略の一つじゃ。攻撃魔法からステータス系、移動系といろいろありそうじゃの。人によっては使わない魔法もあるので、自分で選べるというのは面白いな。とりあえず復活魔法にしておくか。魔法の名前も自分で決められるというのもなかなか自由度が高いな。自由度が高いといえば、本作には面白い機能がある。なんと各種アイコンを自分でデザインしたものに変更することができるのじゃ。こんな感じにドット絵で自由にデザインができるのじゃ。ほとんどの人は使うことがない機能じゃが、本作のシステム面での自由度の高さを示すものだと思うのじゃ。さて、とりあえず懐中時計を手に入れねばじゃな。
ほど涙のかけらはガーディアン関係で効果を発揮するグッズのようじゃな。まあどちらかというとこの懐中時計の方がすごいアイテムだと思うのじゃが、どうやらセシリアは大食いキャラらしいのじゃ。アーデルハイドでは古代文明博覧会があるのじゃな。では図書室に向かうのじゃよ。確実にあの本を取るとイベントが始まるやつじゃよ。ふむ、四大元素を司るガーディアンはやはり強そうじゃな。封印図書館の場所を探してまた情報収集じゃ。ふむ、この辺りの人たちに話しかけていけばよさそうじゃ。このシスターはいろいろと事情に詳しそうじゃな。
どうやら中庭が怪しそうじゃ。なるほど、これじゃな。反対側を向いているということは、つまりこういうことじゃな。あれ、何も起きないのじゃ。確か涙のかけらの力を見せないといけないのじゃな。あ、ここじゃダメか。お、反応したのじゃ。封印図書館の入り口を発見したようじゃ。とりあえず行き詰まったら涙のかけらを使えばよさそうじゃな。セシリアの初戦闘じゃ。やはり攻撃力は低いの。さすがわしじゃ。これはスイッチのような気がしたのじゃ。この仕掛けは予想できる展開じゃよね。もし間違えた場合は懐中時計で時間を巻き戻してからやり直せばよいのじゃ。お、図書館っぽい空間じゃ。おそらく3つの本を集めてなんとかすればよさそうじゃな。このエリアではいろいろと今後の展開につながる情報が手に入るのじゃ。
クのオープニングでもあったが、エルーが残した古代の文明はいろいろと今後重要な要素になってくるのじゃよ。古代文明はどうやら宇宙にまで進出していたのじゃ。魔法だけでなく古代文明とか SF っぽい要素まであるのがワイルドハムズの魅力じゃな。本作における魔族は別の体を持っていたり空間移動ができたり、こちらもちょっとよくあるファンタジーの魔族と違う存在じゃな。お、一冊目の本を発見じゃ。人型兵器もあったようでガンダムみたいじゃが、この世界ではゴーレムと呼んでいるようじゃ。ここに本を投げ込めばいいんじゃな、多分。よし、あと一冊じゃ。ガーディアンは自然の力みたいなものかと思っていたが、欲望とか勇気とか愛とか概念的なガーディアンもあるらしいのじゃ。
ンゴルモアといっとノストラダムスの予言じゃが、本作が発売された1996年だとまだかなりホットなワードだったのじゃよ。今となってはもう死語になってしまっているが、それにしてもいきなり情報量が多くて忘れてしまいそうじゃな。最後の一冊を発見じゃ。これを炎に投げ込めば次に進めそうじゃな。いよいよボス戦になりそうじゃ。アルガイア自体のガーディアンというのも存在する。読めない本棚もあるし、またここには来ることになりそうじゃな。やはりボス戦のようじゃ。セシリアがやはり魔法主体で攻撃じゃな。さっきの戦闘の時にも気づいたのじゃが、このゲームの戦闘シーン、暴言の処理がかなりすごいのじゃ。フレイムの魔法を使う時も影が伸びていたり、ちゃんと暴言が移動しているのがわかるのじゃ。プレステ初期にもかかわらず、これはなかなかすごいと思うのじゃよ。セシリアのフォースミスティックはアイテムの効果を強化する能力なので、実は一人だけだとあまり効果がないのじゃ。結構セシリアタン反撃率高いな。よし、倒せたのじゃよ。
帰りは自動なんじゃな。助かったのじゃ。すっかり食いしん坊キャラが定着しているようじゃ。思いがけぬ力を手にして力の使い道やあり方に戸惑うロギ。それが何かもわからぬまま絶対たる力を求めるザック。そしてガーディアンの巫女という大きな力と運命に悩むセシリア。それぞれ力に縛り付けられた3人が出会うとき、ついに物語が始まるんじゃよ。いよいよ次回からは本格的に物語を進めていくのじゃ。今回はここまでじゃ。長時間お付き合いいただき、ご尽の至りじゃ。次回もよろしくな。